アミさん、こんにちは。ばったり鉢合わせしてしまったママ友に私は挨拶をする。すると彼女はうちのワゴン車と作業着を着た夫を見て、あらーと笑った。作業着にワゴン車。どんなお仕事をされているのかは存じませんが、賃金が安いのに大変なお仕事みたいですね。お疲れ様です。彼女は自分の持っているブランド物のバッグを見せつけるように前で持ち、うちの夫は年収3000万円なんですのよ、と聞いてもいないのに自分の夫の年収自慢をし始めたではないか。しかし、私たちを見下し、嘲笑う彼女に対する夫の一言で場の空気が一変するのであった。私の名前は飯山まりえ。今年33歳になる。夫の一馬と3歳になる娘の桃香。3人で仲良く幸せに暮らしている。夫とは大学時代、建築学科の同期であり、珍しい建物が好きという共通の趣味がきっかけで交際がスタートした。珍しい建物巡りという名のデートを重ね、私たちはゴールイン。結婚した今でも私たちは休日になると日本全国を歩き回り、建築物見学を楽しんだ。そんなへんてこな夫婦だが、ちゃんと仕事もしている。仕事は夫の両親の小さな工務店を継ぎ、私はその工務店の事務をしながら夫のサポートをしていた。夫は外回りも多く、私も事務仕事だけでなく、外に出て仕事をすることも多い。おかげで私たちは日に焼けて、まるで南国の住人みたいだ。そんな健康的な生活をしていた私たちだが、桃香が生まれて数年すると、自分たちの家を新築しようという話になった。建物を見るのは好きだったが、自分たちが暮らしていたのはスタンダードなマンションである。今後娘が大きくなったら手狭になるであろうことを考え、私たちは新しい土地に一軒家を建てることに。私には馴染みのない土地だったけれど、心機一転、心は躍るのであった。新たな土地で暮らし、桃香が幼稚園に入園すると、今住んでいる地域はセレブ層に人気であり、そういう人たちが多く住んでいるということを知った。そうして、桃香が入園した幼稚園はお受験ママに人気があるらしい。確かに上品そうな人が多く、子供たちもどこか品のある子ばかりだ。なんとなく自分たちが浮いているようなそんな感覚になるのは、服装だったり化粧だったりを他のママたちがしっかりとしてきているからなのだろう。幼稚園に迎えに行くのにそんな装備はいらないとラフでカジュアルな格好をしている私。彼女たちの感性とはちょっと違うみたいだ。そんな私だったから他のママ友達と馴染もうと頑張ったけれど、結果は惨敗。やはり価値観が違うらしくて話についていけなかった。それに3年保育が主流らしいこの幼稚園。2年保育で入った私たち親子はすでに出来上がった輪から溢れてしまっていたのだ。まあ仕方がない。別にいいや。私はそう考え、あまり気にしないようにする。送迎の時に顔を合わせるくらいだし問題はないだろう。そんなある日のこと、私は桃香を迎えにいつも通り幼稚園にやってきた。校門を少し行ったところでママたちが輪を作って立ち話をしている。彼女たちは情報交換のためなのか何なのか、いつもこうやって立ち話を長時間していた。ママ友の輪にあふれてしまった私は、一度も話に加わったことがないからあまりわからないけれど、どうやらお受験の話をしているらしい。子供は待ちくたびれて他のお友達と遊んでいたり、ぼんやりしたりしている。お受験には興味のない私。桃香や夫がお受験をしたいというなら考えるが、二人とも私と同じく興味がないようだ。
熱心に話すママたちを見て大変なのだなぁと思いながらその横を会釈して通り過ぎる。すると、ちょっと待ってと一人のママに呼び止められた。彼女は挨拶くらいしたらどうなのと私に言う。輪の中で一番派手な女性、そして取り巻きの多いアミさんだ。あなた、いつもそうよね。アミさんは私を睨む。私が会釈だけなのが気に食わないようだが、これには理由がある。最初はちゃんと声を出して挨拶していたのだ。しかし毎回無視され、煩わしそうにするものだから、会話の邪魔をするのもなんだし、と会釈だけするようにしたのである。私が、と釈明しようとするよりも先に、アミさんが口を開く。まあ別にそれはいいですけども、品のない人に話しかけられても困りますから。アミさんは大きく巻いた髪をかき上げる。あなた、いつもパンツスタイルで汚い布製のバッグを持ってきているけど、この幼稚園の品位が下がるとは思わないの？彼女はそう言って、困るのよね、とため息をついた。思いもよらない唐突なクレームに私は固まったままだ。確かに周囲を見てみると、他のママたちはみんな、これからどこかにお出かけするような格好で、高級そうなバッグを持っている。特にアミさんは、服装はおろか、持ち物もすべてブランド物で固めていてきらびやかだ。まるで女王様のような佇まい。しかし、幼稚園の送迎にそれもどうなのだろうかと思う。ママだってちゃんとしなきゃダメなのよ。ネイルやエステ、細部まで磨かないと。彼女はそう言って、自分が芸能人御用達の高級エステに行っているのだとか、フォロワー5万人のインフルエンサーが経営している高級ネイルで VIP なのだとか、さらには自分磨きには関係のない高級レストランでディナーをしたということを矢継ぎに話し始める。私は苦笑いをしながら、昔から高級レストランには興味がなく、ランチもディナーも行ったことがないという。屋外を歩き回って散歩をするのが好きなので、どうしても動きやすいカジュアルなものばかりになってしまうんですよ。すみません。今後は少し気をつけますと、私は一応の誤りを入れた。するとアミさんは、わかればいいのよと顎を上げて笑う。それにしても地味な趣味してるのね。いかにも貧乏って感じでかわいそうだわ。日に焼けて真っ黒だし、もしかして土方みたいなお仕事？アミさんはそう言うと高笑いをしながら、私のエステでよければ紹介するわよと言い、ああ高すぎて無理よねと嘲笑うのであった。背後にいる取り巻きたちもアミさんにつられて笑っている。しかしアミさんが突然、そうだったわと目をつり上げると、取り巻きたちは一斉に笑うのをやめ、彼女たちも目をつり上げた。もうすぐバザーがあるけれど、くれぐれも品位のあるものにしてちょうだいね。この幼稚園にふさわしいものを用意してもらわないと、流行遅れの中古品とかゴミみたいなものは受け付けないわよ。アミさんはそう言って、わかったと私を睨む。私は、はあと言って、善処しますと答える。すると、ふんと鼻を鳴らし、じゃあごきげんようと言って、取り巻きたちと共に去っていく。私は嵐に巻き込まれたような、そんな気分でどっと疲れてしまった。それにしても、ゴミを持っていくつもりはないとはいえ、あそこまで釘を刺されてしまうと、何を持っていくべきなのかわからなくなってしまうではないか。私は頭を悩ませることになってしまった。こんな日が続き、送迎が憂鬱になってしまっている私だったが、対照的に娘の桃香はすっかり幼稚園に馴染み、活発に友達と遊んでいる様子。特に亜美さんの娘である
ここみちゃんとは一番の仲良しなのだとか。意外だと思ったが、桃香曰く、ここみちゃんはとても優しい子なんだとか。桃香がここみちゃんとあまりに仲がいいものだから、一度思い切って、プールで一緒に遊ばせてもいいかと亜美さんに尋ねてみた。しかし亜美さんに、うちはホテルのプール以外は入らないの、と冷たく却下されてしまったではないか。ここみちゃんは一緒にプールに行けないと知ると、とても悲しそうにするのだ。おとなしくて控えめな性格のここみちゃんは、亜美さん曰く、母親に逆らわないお利口さんらしい。母親に逆らわないからお利口というのはどうかと思うが、確かにここみちゃんは優秀な子だった。お勉強もできて、よく桃香も教えてもらっているらしい。おとなしいけれど、自然とクラスに馴染めるような、そんな子だ。そんな時、事件が起こる。今までずっとお遊戯会の主役を務めてきたここみちゃんを差し置いて、桃香がお遊戯会の主役になったのだった。私としては嬉しい限りだが、亜美さんは納得がいかないらしい。帰りに校門で待ち伏せされ、直にクレームを入れられることに。バレエやピアノ、日本舞踊も習っているここみが主役じゃないなんて、そんなのおかしいわよ。いつも主役だったのに。亜美さんはどんな手を使ったのかと、ものすごい剣幕でまくし立てるのだ。私はそんなことしていないと首を振る。実際何もしていないのだから勘弁してほしい。しかし亜美さんは納得しない。それどころかさらに腹を立て暴走気味に。そうしてあんたのような色黒じゃがいも女の娘なんかにうちの子が負けるはずがないんだとひどい言葉で騒ぎ立てた。もううちの子に近づかないで。相当腹が立っていたのだろう。私だけでなく桃香にも亜美さんはそう言ってここみちゃんとの仲を引き裂いたのだ。悲しそうにする桃香。私は亜美さんに抗議したが、彼女は私の言葉を一切無視してそのまま帰ってしまった。桃香の悲しそうな顔に胸が痛むし、面と向かって嫌味まで言われて私は悔しくてたまらない。だからいつもなら言わない愚痴をつい夫にこぼしてしまった。けれど夫は住む世界が違うんだ、放っておきなさいと穏やかに言い、君も桃香も悪くないよと慰められたのだった。そしてバザーの前日、バザーに出す品を持っていくため、たまたま休みを取っていた夫と共にお迎えも兼ねて幼稚園へと向かう。すると亜美さんもバザーの品物を持ってきていたようで、ばったり鉢合わせした。亜美さん、こんにちは。私が彼女に挨拶すると、夫は小さな声であーとつぶやく。どうやら例のママだと気がついたようだ。亜美さんはうちのワゴン車と作業着を着た夫を見て、あらーと笑う。こんにちは。作業着にワゴン車。どんなお仕事をされているのかは存じませんが、賃金が安いのに大変なお仕事みたいですね。お疲れ様です。亜美さんは夫に向かってそう言うと、見下すような目で嘲笑う。さらに自分の持っているブランド物のバッグを見せつけるように前で持ち、うちの夫は年収3000万円なんですのよ、と聞いてもいないのに自分の夫の年収自慢をし始めた。得意げに微笑みを浮かべ、どうだという強い自信に満ちた顔。それに夫は呆れたような顔をしたが、あーと言って、よそ行きの微笑みを浮かべた。それで生活できますか？夫の言葉に亜美さんははっと目を丸くする。いや、それで生活できるのかなって。亜美さんは、できますけど、と押され気味だ。夫は、
へえ、生活できるんですね、と、うんうんとうなずき、知りませんでしたという。続けて夫が、そんな稼ぎだと大変でしょうと言い、うちは年収10億なんですよ。もし生活で困ったことがあれば相談くらい乗りますよと亜美さんに名刺を渡した。え、建設会社守の社長？亜美さんは声を上げ、そうして呆然とする。両親から継いだ工務店。最初は小さな会社だったが、今や業界でもかなり有名な企業に成長。デザインも斬新で、災害に強い家としてここ数年で有名になり、今では超大手として業界を引っ張っている。そんな、何かの間違いよ。嘘をついてるんだわ。亜美さんがそうブツブツつぶやいていると、飯山社長、お久しぶりです、と幼稚園の理事長がこちらへかけてきた。幼稚園を建て替える件ですが、よろしくお願いします。いやー、超大手の守でまた建て替えができるなんて光栄ですな。理事長はそう言い、夫と親しく談笑をし始めた。亜美さんは口をあんぐりと開けている。夫は工務店を継いだ後、大学での研究を生かし、浸水や地震などの自然災害に強い工法を編み出した。高性能の家。しかし、それだけではいけないと、夢のある住まいにするため、デザイン性にもこだわり、機能に加え、斬新なデザインの家なども提案。住む人を守る、おしゃれな家を実現させた。私たちの趣味である建物巡りがデザインには生かされている。今では日本だけでなく、海外からも注目され、うちの作る建物は大人気なのだ。実を言えばこの幼稚園、前に守が建てたもので、海外向けのパンフレットに掲載させてもらっている。セレブやお受験ママがこの幼稚園を好んで入園させる理由の一つに、この幼稚園のデザインが素敵だというのもあるらしい。社長が作業着？ワゴン車？亜美さんはそうつぶやく。どうやら疑問に思っているらしいが、夫が作業着なのは自宅にあるエレベーターやプール、ジムなどのメンテナンスを自分で行っていたからだ。ワゴン車なのはバザーの品物を乗せてきたからであって、家の車庫には外国車があと3台ある。ちなみに言えば、亜美さんの年収3000万。それはうちの年間光熱費にも及ばない。亜美さん、バザーの品物ですけど、皆さんどういったものがいいのか、何が好まれるのかがわからなくて、とりあえず持ってきたんですけど。私がワゴン車の後ろを開け、亜美さんを呼ぶ。荷台に乗っているバザーの品物を見て、亜美さんは、これはと声を上げた。人気メーカーの子供服や雑貨などが入った段ボール数十箱。私は、一応新品でゴミではないと思うんですけど、と亜美さんを見る。バザーというものが初めての私は勝手がわからず、出入りの百貨店外商に頼んで購入したものだった。適量もわからず、亜美さんに伺いを立ててみたのだが、彼女は目を白黒させて、十分ですと言い、顔を真っ赤にしてそそくさといなくなってしまったのだった。それからしばらくして、亜美さんが私に謝罪をしてきた。ここみちゃんから桃香と遊ばせてほしいと言われ、そうして実はお遊戯会の主役を代わってもらったのだと打ち明けられたのだそうだ。お遊戯会の主役を決める日、本当は挙手数からここみちゃんが主役に決まったのだという。しかし失敗するとお母さんに怒られる。だから主役をやりたくないと泣いて先生に言ったのだそうだ。すると一緒にいた桃香が、ここみちゃんがそんなに嫌なら桃香が主役をやってあげるよとここみちゃんに言ったのだとか。
それで時点で挙手数の多かった桃香に決まったのだとここみちゃんが亜美さんに話した。そんなに思い詰めていたのかと亜美さんは反省したのだそうで、自身のこれまでの勘違い、そして私への言動にも反省しきりだったという。あんなにひどいことをして許してほしいなんておこがましいけれど、もしよければここみとは今後も仲良くしてあげてほしいの。桃香はこれからここみちゃんとプライベートでも遊べると大喜びだ。私は桃香に、ここみちゃんを守ってあげたのと尋ねてみる。すると、パパは災害から家や人を守る大切な仕事をしてるでしょ。だから私もここみちゃんを守るんだよと嬉しそうに言った。亜美さんは、お金持ちでもこんなに優しい子に育つのねと目を潤ませている。その言葉を聞いて、亜美さんはいろいろ大変だったからこそ自分を守るためにあんな風に振る舞っていたのかもしれないと思った。私は亜美さんも反省しているようだし許します。これから桃香ともども仲良くしてくださいねと彼女に微笑んだのだった。その後、ここみちゃんと亜美さんは頻繁に遊びに来てくれるようになった。そうして家族ぐるみの付き合いが始まり、キャンプや旅行など一緒に出かけることも。亜美さんは虚勢の張り合いであるママ友達との立ち話も減り、今はのびのびとしているらしい。亜美さんがそう変わったからか、ここみちゃんも以前より堂々として無邪気に遊び回るようになった。最近では亜美さんが間違ったことをしたらここみちゃんに怒られるらしい。ここみがこんなに変わったのは桃香ちゃんのおかげね。亜美さんがそう言って芝生で遊んでいる二人を眺める。その顔はとても満足そうだった。私たちは子供を育てながら子供に育ててもらっているんだねと笑い合う。お金では買えない幸せや価値、それを忘れないよう生きていきたいと思うのだ。